大阪での仕事の合間にですね、大阪天満橋駅から少し離れたところ、時間は11時半ですね。ランチを食べようと思っていろいろ探してましたら、すごく素敵なお店がありましたので行かせていただきます。ランチ、これどうやらランチ4種類ですかね。いろんなプレートがあったりパスタがあったりしてますけども、こちらのお店伺います。人気のお店のようです。メニューちょっと拝見しましょう。ランチね、厚切り豚ロース肉のごまパン粉焼きオニオンサラダ添えで、ハンバーグプレートがチーズデミグラスハンバーグ、いいですね。そしてでパスタが2種類ですね。オイルサーディンとしいたけのペペロンチーノ、これ珍しいですよね。ペペロンチーノでこのオイルサーディンとしいたけのペペロンチーノっていうのは割と初めて見ましたけども、あとパスタ B が、牡蠣とブロッコリーのクリームソース、牡蠣を使ったクリームソースのパスタ、ね、冬なんかは、ありますけども、すごく美味しそうですね。はい、この中からどうしていくかですよね。厚切り豚ロース肉のごまパン粉焼き、これ結構凝った、ね、お料理ですよね。パン粉焼きカツレツみたいな感じになっているのでも厚切りなんですね。このチーズデミグラスソースハンバーグもこれももう定番的な感じでね、非常に魅力がございます。ステーキなんかもあるんですね。カルボナーラ、厚切り豚ロース肉のごまパン粉焼き、うまそう。チーズデミグラスハンバーグ、うまそう。オイルサーディンとしいたけのペペロンチーノ、牡蠣とブロッコリーのクリームソースのパスタ、うわ全部うまそう。ちょっとしいたけは苦手なんでパスタ A はなしか。あとチーズデミグラスソースハンバーグ、ハンバーグで、はい、ありがとうございます。結局このハンバーグの魅力に負けてしまいました。店内こんな感じでね、雰囲気ありながらもすごく居心地のいい落ち着いた感じのお店ですね。すいません、ありがとうございます。まずはランチについてくるスープ、このスープどうですか。この、オニオンコンソメスープみたいな感じなんですけど、これこれ茶色いのがこれ多分、フライドオニオンですね。うまいんすよ。このランチについてるスープだからといって手を抜かずで、このフライドオニオンもたっぷり入ってるし、そこの方には細かくカットされた人参とか、玉ねぎとか野菜も入ってて、具もたっぷりで、このスープはね、もう美味しいなと。さあハンバーグやってまいりました。ありがとうございます。はい、ゆっくりどうぞ。すっげーって言ってますけど、これ値段これでこんな安いのと。ほらこれね、食べてみてよく分かったんですけど、本当に一個一個ちゃんと作られている。ハンバーグはもちろんのこと、上になんていうの、乗っかってるキノコ類とかもちゃんとしっかり調理をされている。調理されているのは当たり前なんですけど、ちゃんと気遣われているというか、付け合わせだから、この程度でいいだろうという感じは一切なく、マカロニにしてもサラダにしても、このオニオンスライスなんかも、僕生玉ねぎ割と苦手なんですけど、しっかり水にさらしてあって余計な臭み辛みがなく、えぐみとかがない。さあハンバーグ割っていきましょう。いいですね。もうこれぞ王道、木をてらった感じではない王道のみんなが食べたいハンバーグの感じですよね。ちょっとキノコを乗っけて、いらっしゃいませ。お二人様ですか。あちら真ん中か奥のお席をどうぞ。皆さん
今のハンバーグ、チーズハンバーグ、こんな味なんじゃないかなと思ったでしょ。もうその味です。みんなが大好きなハンバーグの味。付け合わせのね、細かく細切りにしてる人参にしても、本当に細い千切りにしてあって、すごい食感が良くてね、食べやすいですね。でドレッシングもちゃんとかかってて美味しいし、やっぱりね、なんか下手したらドレッシングかかってなかったりするとこもあったりするんですよ。この野菜にドレッシング欲しいなみたいになったりとかするとこあるんですけど、ここに関してはもう全ての野菜、この付け合わせに対してもちゃんと適切な味がついていて、物足りなさがなくて、なんかやっぱ分かりますよね。ちゃんと細かいとこまで気を使われているこの一皿だなっていうのがね、食べてると分かるんですよね。気づくことが、今ちょっと画像ぐちゃぐちゃってなりましたけど、このマカロニもマカロニもちゃんとしてるな、この野菜のここもちゃんとしてる、ちゃんとここ火入れてあるんやとか、そういうところがね、細かいところがすごくわかるんですよね。だからちゃんと細かく気を使われているからこそ美味しいっていうのもあるし、なんか嬉しいというかね、満足感に関わってきますよね。ほら、ほんでトマト溶けたらこっちポテサラもあるんですよ。野菜とでキノコとでマカロニでポテサラもあるっていう、これは満足度高いですよね。しかもマカロニはうっすらカレー味がついているという、しっかり手間暇がかかっております。で卵のゆで卵の感じ、黄身の柔らかさもちょうどいいですよね。でプラスしっかり手のかかったスープですよ。このプレートね、大阪価格っていうのもあるかもわかんないですけど、こんなん東京で食べたら1600円700円とかね行ってしまったりとかっていうの結構あるんで、値打ちですね。しかもさっき入ってくる時にちょっと映ってましたけど、お弁当もやってらっしゃって、この辺りビジネス街でもあるんで、ビジネス街ってこともないか、住宅普通のマンションなんかもたくさんあるんですけど、周りの普通に会社関係もいっぱいあるので、その辺で働くビジネスマンの方なんかがお弁当を買って帰ったりとか、そんな風な需要もたくさんありそうな感じですね。かなりお弁当の準備はされてましたね。だからこの辺の辺りの、これ天満橋の駅からちょっと離れた同心町っていう辺りのエリアなんですけど、地名的にはその辺りのね、皆さんのお昼の胃袋を満たしているお店ということでしょうね。でここのシェフの方がですね、女性の方で、店員さんもね、これもう、ほとんど女性やったのかな。で皆さん対応も本当に素晴らしくて、気持ちのいい対応をしてくださる店員さんと、でその店員さんがうちのシェフは彼女が全部作ってるんですけど、すごく料理がうまいんですよっていう風におっしゃってて、いいですよね。店員さんがうちのシェフは料理うまいですよって言えるっていうのはね。細かくいろんなものをつまみたくなるんですよ。すんごいついばんでますけどね。でこのうっすらジャズがかかって、
でこの店員さんとかが忙しくこう働いている音なんかも聞きながら昼ご飯を食べるっていうね、最高の時間ですね。ああ、これ見ながらまたお腹減ってきた。やっぱ美味しいとこってやっぱこういう付け合わせもちゃんと美味しいですよね。結構手間かかると思うんですよ、なんだかんだで。ハンバーグはこれ合いびきなんかな、適度な柔らかさがあって本当美味しかったな。昼ご飯ってこういうことでいいんですよね。こうね、これハンバーグのプレート、こんだけいいプレートなんだったら、豚のね、ごまパン粉焼きでしたっけ、あれもどんなんやったんやろなっていうのは興味出てきますしね。オイルサーディンとしいたけのペペロンチーノもちょっと僕しいたけが苦手やから頼まなかったですけど、そのパスタもどんな感じやったんやろなってすごい楽しみな感じはしますよね。これ人参はこれ細く切ってあるのがこれほんといいですよね。僕人参そこまで興味がないんですけど、細く切ってあるやつは、ここのやつはすごい美味しかったな。なんかチラチラカメラ見てきますね俺。やっぱ彩りもね、これまあさっきねハンバーグこのプレートが来た時に、なんかすごい彩り華やかやな、鮮やかやな、色彩が鮮やかだなっていう風に皆さん思ったと思うんですけど、綺麗でしたよね。やっぱりこの辺ちょっとやっぱ女性ならではの彩りの鮮やかさというか、気遣いというか美意識というか、そんなんももしかしたらあるのかも分かりません。別におじさんのシェフがダメだと言ってるわけではないんですけど、すごい華やかでして綺麗でしたよね。バランスいいよな、こんだけのちゃんとしたプレートにライスとスープ。この辺のビジネスマンの人たちはお昼これ食べれるんですもんね。いいですよね。お弁当はあれいくらで販売してはんやろな。そう、お店がハンプトンコートというねお店なんですけど、なんか名前も良くないですか、なんかねこじゃれてますよね。結構古くから4050年40何年前ぐらいからあるっておっしゃってたかな。先代のこのお店を作った方から今の方が、引き継いだ的なことはおっしゃってましたけどね。なんかそれこそちょっと行ったことないですけど、なんかイギリスなのかアメリカなのかの街角にポコッとありそうなお店の雰囲気ですよね。やっぱお店の雰囲気とお料理とその店員さんの雰囲気、この3つってすごいそのお店に通うかどうか何回も行くかどうかっていうものに対しては、その3つがちゃんとしっかりないとなかなかね、2度3度ってなかなか行かないですよね。このお店はその3つが
すごいなんか揃っているなぁなんて素人ながら思いましたね。なんか料理だけ美味しいとこもね、いいんですけど、なんぼこうめちゃくちゃ料理美味しいなと思っても、それだけだと2度3度行くっていうことがなかなかなかったりしますよね。不思議なもんですよね。美味しいんやけどな、そういや2回目行ってないなっていうお店結構ないですか？どうですか？なんかで味で言うたらあっちの店の方がいいねんけど、なんか分からんけど何回も来るのはこっちの店なんやなみたいなこと結構ないですか？美味しい店、有名な店とリピートする店はまた違うんですかね、やっぱりね。だからやっぱそういうリピートされる店、長年多くの人に愛される店っていうのは、これ作るのは本当に難しいですよね。なんか理論上で考えてこういう風にしたら絶対に流行るって、これ絶対は結構なかったりしますもんね。やっぱりある種のこの偶然性みたいなものが必要だったりするのか、だからこそこういう素晴らしい店はずっと続いてほしいですなんて言ってる間に食べ終わりました。満足。ありがとうございました。